この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は、現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますので、お待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちらです。すごくね、華やかなイラストですよね。イラストレーター名、高本祐樹さん。タイトル、幕開け。はつらつ風のイケメンを描きました。斉藤直樹先生の動画に影響を受けて、ペン画から塗りまで諦めずに描くことに挑戦したイラストです。すごい。この反面で背景が手抜きになってしまったり、デッサンや塗りに多々至らぬ点があり、レイヤー数も半端ないことになってしまったため、添削をお願いしようと決意しました。先生の添削の他にも視聴者の方にアドバイス等を書いていただけると本当に嬉しいですし、参考にさせていただきたいです。もしよろしければコメントよろしくお願いします。傷つかない程度にストレートに教えてください。添削してほしいポイントは、ページの幕開けをイメージしたイラストなのですが、そのきらびやかさに反して表情や体が固まってしまっていて、動きがないように見えるのが一番の悩みです。どこをどう動かせば自然に見えるのかがわからないので、この点を中心に添削していただきたいです。加えてエフェクトもどこかパッとせず、見る側の視点もバラバラになってしまう印象を受けるので、どのようにすれば良くなるかご教授いただきたいです。とのことです。まずですね、この絵を見て思ったのは、すごくキャラクターの表情や、艶やかな魅力がね、表現できているっていうことです。こういう絵柄の華やかさがなかなか出せずに苦労している人も多いと思いますので、これは高本祐樹さんの大きな強みだなっていう風に感じました。素晴らしいです。ただね、祐樹さんがおっしゃるように、ポーズや表情の硬さ、確かにね、少し気になりますよね。ですが、お任せください。ポイントさえ押さえれば、これはもう結構簡単に解決できます。今回のポイントはですね、空間です。空間を表現できれば、この絵の硬さは一気に綺麗さっぱり取り去ることができると思います。早速やっていってみましょう。まずですね、ポーズを修正します。ポーズを修正することで簡単に空間を表現できるからですね。この絵の硬さがどこから来てるかっていうとですね、一番はポージングです。キャラクターの動きがですね、結構直線的なんですね。この腕の傾きとかね、腕の動き、あと体の傾きとか結構ね、直線でできてるんですよ。これが硬さの原因です。これをもう少し曲線やひねり、傾き、そして画面に奥行きを意識することで、柔らかさやダイナミックさ、プラスしていけると思います。空間？動き？なんか難しそうって思うかもしれませんが、ポーズの変更はね、そこまで難しいことじゃありません。じゃあなんで難しいって思っちゃうかっていうとですね、想像だけでポーズを作ろうとしちゃうからなんですよ。こんなポーズにしたいなっていう下書きができた時点でですね、例えばこんな風なポーズ写真を一回撮っちゃいましょう。だってね、そしたらもう簡単じゃないですか。これを描くだけなんですから。やってみましょう。まずは手前の腕からですね。はい、手前の腕をね、ダイナミックに前に突き出しました。それと、手前の手を画面に入れるために、ちょっとね、キャラクターを小さく調整しました。ちょっと硬い印象になってしまっていたのは、前の腕が、この辺、体の近くでまとまってしまっていたから。この部分がね、結構大きいです。これをぐわっと前に突き出してあげることで、一気に空間が広がります。さらにですね、奥の腕も思い切って広げていってしまいましょう。はい、こんな感じ。手前の腕を前に、奥の腕を奥に広げたことによって、体の前のスペースが一気に広がった感じがすると思います。ほら、こんな感じです。もうこれだけでね、硬さが取れてきたのがわかると思います。ちょっとね、顔の大きさが不自然になってしまったので、少し調整します。
こんな感じかな。で、まだちょっと硬い印象があるんですが、それがですね、胴体ですね。胴体。主に胸の部分ですが、この写真で確認するとね、奥の肩はそんなに見えてませんよね。これはなんでかっていうと、胸をそびやかしているから、上の面、ここがね、あんまり見えていないわけです。それによって、縦方向のひねりが加わっていますので、だからね、この奥の肩の部分、ここがね、あんまり見えてないわけです。このひねりが加わっているせいで、この写真はそんなに硬いポージングに見えていないわけですが、絵の方ではですね、しっかり奥の肩が見えてしまっていますよね。なので、ここにですね、縦方向のひねりが感じられません。それが、ちょっと硬さにつながっちゃってるんですよね。そこを直していきます。はい。こんな感じです。どうですか？見比べると結構違いません？胸をそびやかすような縦方向のひねりが加わって、より自然なポージングになったと思います。で、さらにですね、顔もちょっと今正面気味なので、この写真ほどではないですが、少しだけ煽りのニュアンスを含めてあげると、より自然な感じが出せると思います。やってみます。はい、こんな感じです。頭を小さくして、目と口の傾きで煽り感を強調してみました。で、これだけでも十分ではあるんですが、この絵の場合には、目線も直した方がいいかもしれません。やってみます。はい。目線もですね、カメラ目線ではなく、このキャラの前に広がる空間に向けてみました。そうすることによって、この視線の先に広い空間が広がっているんだっていう感じが増しますので、この雄大なポーズと相性がいいかもしれませんね。すごくね、タイトル通り、幕開け感も強調できると思います。さあ、ポージングはここまでです。結構印象が変わったと思うんですが、はい、どうでしょう。これだけでもね、すごく変わりましたよね。ですが、まだこれだけでは不十分ですね。この空間性をより際立たせたいためには、無視してはいけないのが陰影です。この絵ですね、きちっと陰影をつけてあげるだけで、空間性がマシマシになってしまいます。まずはですね、影をつけていきます。やってみましょう。はい。一番変えたのはですね、この手前の手、ここをですね、ほぼ影にしてしまったことです。これによって、この手は見ている人の真上。つまり、めっちゃ近くにあるように感じますよね。で、さらに、光が当たっている部分を明るく調整していきます。はい、どうでしょう。手前は逆光、そして奥に行くに従って光が当たる上向きの面が増えています。こんな感じで手前と奥の陰影表現を意識すると、こんな風にダイナミックな空間が表現できるんです。これですね、想像だけでやろうとしても結構難しいかもしれませんが、もうね、答えは写真を見れば一発なんですよ。ほら、手前が逆光で、奥の方がこんな風に光が当たっている。こんな風になってるでしょ？答えはもうここにあります。なんかうまく描けないなって思ったら、もう写真を撮りましょう。これね、例えるなら、カンニング OK なテストみたいなものなんですよ。
皆さん、カンニングしていいよっていう風に言われてるのに、カンニングしないなんてね、絶対損じゃないですか。答えがもう目の前にあるんだから、躊躇せずに見ちゃいましょう。はい、人物の陰影についてはこんな感じで OK です。それに合わせて背景の陰影も強めちゃいますね。やってみます。はい。こんな感じです。明るいところはより明るく、暗いところはより暗くして、劇的な印象を強めました。かなりね、ダイナミックな雰囲気が出たと思います。で、ここから仕上げの段階に入っていきます。ちょっとね、レイヤーが分かれていなかったこともあって、最初にあった、この紙吹雪みたいなパーティクルが消えてしまった部分がね、結構あるので、そこを補いながら調整していきますね。はい、まずですね、このパーティクルでも奥行きを表すことができます。このすごく明るい部分とちょっとね、暗い部分。この差を作ることで明るい部分はちょっと手前に、暗い部分は奥にという風にね、画面の前後関係を表現することができるんです。で、さらにこうですね。はい、影になっているのも追加しました。こうすることで、このパーティクルが、この空間の光の影響を受けていることを表せますから、これによってもパーティクルの前後関係を強調できるんですね。で、大きいパーティクルだけだと少しリズムが単調になってしまいますから、小さなやつもいくらか追加していきます。で、最後にこのパーティクルに落ちる影も少し追加していきます。はい、こんな感じです。今回の添削は以上となります。並べて比較していってみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか？はい、じゃあ最初から見ていきましょう。まずですね、この状態。最初はこの状態でした。すごくですね、顔なんかも雰囲気華やかにかけていて、めちゃくちゃ魅力的なイラストでした。ですが、ちょっとですね、ポーズに硬さが出てしまっていました。これはなぜかというと、前のこの小さくまとまった手とかね、あとは肩の、ひねりのなさなんかがポーズの硬さにつながっているよという話をしました。なのでですね、まず最初にやったのは、こんな風に、手を広げることですね。前の腕を前に、後ろの腕を奥にね、伸ばすことによって、腕を大きく広げたような雄大なポーズを取らせてみました。で、これだけだとちょっと胴体が真正面を向いていて不自然です。なのでですね、こんな風に胸をそびやかすようにして縦方向のひねりを加えました。これによってですね、ポーズの不自然さをさらに取ることができます。あとはですね、目線なんですけども、目線もね、カメラ目線非常に効果的なんですけども、この場合はですね、前に広がる空間を見つめることによっても、ポーズを自然な感じに見せることができます。で、ここがね、結構効果が高かったように思います。最初の段階でもすごく、ニュアンスは伝わってきたんですが、こんな風にですね、陰影表現を劇的にすることによって、これから何か始まるっていう開幕感、ね、タイトルの開幕感を強調することができます。で、最後にエフェクト表現ですね。エフェクトもですね、最初から不自然な感じはそんなにしなかったんですけども、こんな風に明るい部分はより明るく、そして若干暗い部分、そして全くの影になっている部分、そして大きさにもね、ばらつきを与えることによってリズムが生まれます。これによってすごく自然な感じのエフェクト表現にできるよという話をしました。
はい、今回はですね、主にポージングで前後関係をつけること、そして陰影をきちっとつけることで画面に対して広がりを追加できて、広い空間を感じられるようになる絵作りを解説してきました。いかがだったでしょうか？それと今回と同じように硬さを取っていく添削として、こちらの動画、気まぐれ添削46もおすすめです。こちらはですね、東宝プロジェクトの米石小石ちゃんのすっごい可愛いイラストを添削させていただいたんですけども、ポージングによってこのイラストの可愛い雰囲気をぐっと強調できるやり方を解説しております。興味がある方はぜひこちらもチェックしてみてくださいね。概要欄に URL を載せておきます。それでは最後に、あのコーナー。気まぐれじゃんけんのコーナーです。皆さんいいですか？いきますよ。気まぐれじゃんけん、じゃんけんぽん。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。